こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ・比較です。今日は ThinkPad X1 カーボン Gen 13オーラエディションをレビューします。大人気の ThinkPad X1 カーボンシリーズの最新モデルとなりますが、とうとう 1kg を切りました。私は現在旧モデルの ThinkPad X1 カーボンをメインモバイル PC として使っていますが、実際に新モデルを持ってみると体感でもわかるくらい旧モデルより新モデルの方が軽いです。また14型ディスプレイで 1kg を切っているというのも嬉しいです。 1kg を切っている兄弟機種の ThinkPad X1 ナノを一時期使っていましたが、私の年齢が若くないこともあり13型の画面だと小さく感じてしまい、結局14型の ThinkPad X1 カーボンをメインモバイル PC にした経緯があります。やはり14型の画面サイズで 1kg を切るというのはとても魅力です。毎日持ち歩いても苦にならない重さです。外で仕事をすることが多いノマドワーカーや営業職の方におすすめです。子供の大学入学祝いに品質のいい高額ノート PC をプレゼントしたいというケースにもいいでしょう。また CPU が最新のインテルコアウルトラ 7258V になったことでバッテリー駆動時間も長くなっています。こちらのグラフはコアウルトラ 5125U を搭載した旧モデルの ThinkPad X1 カーボン Gen 12とのバッテリー駆動時間を比較したものです。どちらも計測方法は同じで、よく見かける JETA3.0 計測法よりもやや負荷をかけた時のバッテリー駆動時間となっています。旧モデルよりも新モデルの方がバッテリー駆動時間が長くなったことが分かります。これだけ長いと1日がかりの出張でも対応することができるでしょう。 CPU が最新になったことでその他の処理性能も向上しています。 CPU 性能の指標となるシネベンチ2024の結果を見ると、マルチコアのスコアはそこまで高くありませんが、シングルコアのスコアは非常に高いです。モバイルノート PC の場合、全コアの使用率が 100% になるような処理の速さより普段使いでの快適性の方が大事だと思うので、シングルコアのスコアが高いのはメリットです。また SSD が PCIe Gen 5となっており、アクセス速度が非常に速いです。アプリなどの起動が速いですし、動画の書き出しなども速いです。キビキビ動くので作業がとても快適です。さらに CPU 内蔵グラフィックス性能も大きく向上しています。グラフィック性能の指標となる 3D マークナイトレイドのグラフィックスコアを見ると、1世代前のコアウルトラ 7155H よりもだいぶスコアが伸びています。軽いゲームならできる性能で、原神やドラクエといったタイトルであればプレイすることが可能です。原神は 1920×1200 の解像度、低設定であれば快適にプレイすることができました。 NPU 性能も47トップスとなっており、コパイロットプラス PC の要件をクリアしています。現状は NPU に対応したソフトが少ないので NPU の存在価値は薄いですが、今後ソフト側が AI 処理をするときにもう少し NPU を利用するようになれば CPU や GPU の負荷が減り快適に感じるかもしれません。ディスプレイは 2.8K の有機 EL です。非常に色鮮やかなディスプレイなので画像や映像がとても綺麗です。なお色域は当サイトの計測では DCI-P3 カバー率が 100%、 Adobe RGB カバー率が 98% と非常に広かったです。画像編集などの用途にも適したディスプレイです。有機 EL を搭載したノート PC は光沢であることが多いですが、本製品は反射が低減されており、自分の顔や周りのもの、照明などが画面に映り込みにくいです。ただしこれが影響してか画面が虹色に輝いて見えるギラつきがややあります。それほど強くはないのでほとんどの方は気にならないと思いますが、ギラつきに敏感な方はご注意ください。また有機 EL ということで輝度が定期的に下がるフリッカーもあります。カメラの設定を調整して撮影するとこのように黒い帯が入り輝度が下がっていることがわかると思います。肉眼ではわからないのでほとんどの方には影響はありませんが、体に合わない方は PC の画面を見ていると目が疲れるかもしれません。キーボードは ThinkPad のキーボードなので打ちやすいです。十分なキーピッチがあり、キートップが湾曲しているので指のフィット感が良く、誤って隣のキーを押してしまうことが少ないです。また他の PC だと小さくなっていることが多い半角、全角キーやバックスペースキーが
標準的なサイズなのもメリットです。ただしアットマークなどの一部のキーはやや小さいです。また定番のトラックポイントがついているので、手をホームポジションに置いたままマウスカーソルの移動がしやすいです。トラックポイント用のクリックボタンも独立しており押しやすいです。インターフェースはご覧の通りで、サンダーボルト4が2つ、 USB-A が2つ、 HDMI が1つあります。サンダーボルト4はパワーデリバリーおよび映像出力に対応しています。 HDMI は HDMI2.1 で 4K60Hz の映像出力をサポートしています。ポートの種類は割と揃っている方ですが、 SD カードスロットはありません。画像編集用途にも使えるスペックなので SD カードスロットがあると嬉しかったです。続いて内部を確認してみます。なお底面カバーは青色の三角オープナーの他に吸盤があると開けやすいです。旧モデルのシンクパッド X1 カーボンジェン12と大きくは変わっていません。冷却ファンは2つです。メモリは CPU に統合されているので乾燥することはできません。 SSD の乾燥はできると思います。価格は28万円台からとやや高めですが、軽量で堅牢性も高く最新の CPU も搭載しており、付加価値の高い PC なので妥当な価格だと思います。ただし個人的に一つだけ残念な点があります。それは LTE5G に対応していないことです。筆者は外出先でも手間なくインターネットに接続したいので、モバイルノート PC を選ぶときは LTE5G に対応している製品にしています。本製品は LTE5G に対応していないため、個人用で使うのは諦めました。ただし外でインターネットにつなぐとき、テザリングやモバイル Wi-Fi ルーターで十分であるという方にはとても良い製品だと思います。以上がシンクパッド X1 カーボンジェン13オーラエディションのレビューでした。最新のインテルコアウルトラシリーズ2を搭載することでボディは軽くなり性能が向上し、バッテリー駆動時間も伸びました。かなり魅力的なモバイルノート PC になっています。ディスプレイにややギラつきがあるのとフリッカーがありますが、多くの方は気にならないでしょう。 LTE5G に対応していないのはご注意ください。また製品について何かご質問があればお気軽にコメント欄にご記入ください。最後に当チャンネルでは他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。